皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ情勢の関連ニュースをまとめていきます。日本では、ウクライナ関連のニュースは、大きな出来事があった時だけという形になってきていますから、細かなニュースについても、このチャンネルの動画で拾い上げてください。ここ最近の動きとしては、戦場における動向によって、政治的な状況も変化する、それぞれが影響し合うといったことが見られます。アメリカからの軍事支援が途絶えている中において、ウクライナ軍の前線においては砲弾不足というものが深刻化しています。そのことを象徴づけるような出来事として、東部戦線の最大の激戦地だったアウディーイクからウクライナ軍が撤退するといった出来事が発生しています。これに伴ってヨーロッパにおいては、より身近な問題としてウクライナ支援を加速しなければならないという機運が高まっています。それでは今回取り扱う主な話題はこちらです。1、3日連続ロシア軍戦闘機をウクライナ軍が撃墜。前線で何が起きているのか解説。2、高まるヨーロッパの危機感。スウェーデンの支援とドイツの議論を追います。3、ウクライナに投降したロシア兵、スペインにて銃殺されるという事件が発生しています。ここ数日、非常に珍しい出来事が起きています。それは、ロシア軍戦闘機が3日連続で撃墜されるということが起きています。このように、連続的に毎日のように撃墜されるといったことはありませんでした。ロシア軍、ウクライナ軍双方ともに対空兵器があるため、戦闘機は前線に近づくのをなるべく避けています。そのため、前線を飛び越える形で相手側の陣地に直接的に空爆を行うといったことはほとんど行われていません。では一体何が前線で起きているのでしょうか。まず第一に考えられることが、今回ロシア軍の戦闘機が撃墜されたのが前線ではなくそれよりも少し遠いところ、撃墜されたとみられる空域はアゾフ海近郊だというところです。これだけの遠いところですから、これまでロシア軍としてはほぼ安全だと見てこうしていたはずです。このような前線から離れた場所で撃墜されたということは、おそらくはウクライナ軍の方が欧米から供与された対空ミサイルシステムパトリオットを前線まで移動させたのだと見られます。そしてもう一つ考えなければならない要素というのが、ロシア軍の空軍機の戦闘パターンが変わってきていることです。ロシア軍が本格的な侵攻を始めた2022年では、ロシア軍の方には数多くのミサイルがありました。前線どころか、そもそもロシア本国領から撃ち放つような大型のミサイルなども各種ありました。しかし、そのような大型もしくは高性能なミサイルというのは、時間やお金をかけなければ揃えられないものですから、最近では使用回数は明らかに激減しています。2023年の頃のロシア軍によるミサイル攻撃に比べると、現在では数それ自体は減少しているのです。ところが、現在のロシア軍の行動としては、それでもなお戦闘機を前線へと送り込んでいます。それは使う兵器が変わったからです。ロシア軍がミサイルではなく滑空爆弾をより頻繁に使うようになりました。これは前線から40キロ程度離れたところから放つことができ、ウクライナ軍がもともと持っていた対空兵器では捕捉しにくい距離です。ロシア軍の滑空爆弾による攻撃は、ここ最近特に頻度を上げており、前線に対する圧力は明らかに上がってきています。このような事情から、ウクライナ軍としては都市防衛として使っていたパトリオットを前線へと持ち出す決断をしたのでしょう。ただしそれは前線に近ければ近いほどロシア軍の攻撃やもしくはミサイルによる攻撃を受けやすいところであり、それだけのリスクを冒さないといけないほどに滑空爆弾の脅威が高まっていることを意味しています。ですからウクライナ軍としてはロシア軍の戦闘機を立て続けに撃墜することによってこの滑空爆弾を使うロシア軍の行動を抑止したいのだと思われます。この後問題なのは、パトリオットミサイルの弾薬はアメリカから供与されるものであり、アメリカからの弾薬供給が止まっている状態が続けば、パトリオットも弾がなくなってしまうという問題を抱えています。次にスウェーデンのウクライナ支援を見てみましょう。スウェーデン、ウクライナに1000億円の追加軍事支援へ。スウェーデンがウクライナに向け、約1030億円の追加軍事支援を実施すると発表したスウェーデンからウクライナへの支援としては過去最大規模となる。ヨンソン国防相は記者会見でウクライナへの支援継続がスウェーデン、ウクライナ両国の安全保障には不可欠だと述べた。ヨンソン氏は X を通し追加支援には砲弾や防空兵器、
対戦車ミサイル、手投げ弾、火砲などが含まれると説明。軍用艇や潜水兵器も供与する方針を示した。ウクライナの差し迫ったニーズに対応できるとの認識を示した。ウクライナは自国の自由だけでなく、ヨーロッパ全体の自由を防衛している。ロシアにこの戦争を勝たせるわけにはいかないと強調した。記事の補足です。今回の軍事支援の中には、歩兵戦闘車 CV90 の調達費用も上積みされているとありました。ロシア軍の攻勢においては、歩兵突撃といったものが繰り返すといった戦術もあり、歩兵戦闘車のようなある程度機敏に対応できる兵器が重宝されています。その他高速艇は2種30隻、歩兵の携帯できる対空兵器や対戦車兵器銃弾、そして供与済みの自走榴弾砲、アーチャー向けの砲弾などが送られるということです。そしてスウェーデンは NATO に加盟する手続きを進めているのですが、これまでは正式に加盟はしていません。批准を認めていない最後の国がハンガリーです。ハンガリーのオルバン首相が X でこのような発言をしています。今週金曜日にブダペストにクリステション首相をお迎えできることを嬉しく思います。私たちはハンガリーとスウェーデンの間の防衛及び安全保障政策の協力を強化する方法、並びに EU のハンガリー議長国に関する計画及び EU の戦略的課題について話し合う予定です。ハンガリーのオルバン首相のもとにスウェーデンのクリステション首相が訪問するということで、これを歓迎するとの発言がありました。欧米の報道を見ると、ハンガリーにおいては26日にもスウェーデンの NATO 加盟を批准する採択がされると報道されています。これをもってスウェーデンもようやく NATO に正式加盟を果たすこととなります。ただし、ここの最後の一文、ハンガリーが EU の議長国の番だよという問題は、これから先政治的な課題として浮上してきます。続いて、戦場の様相に合わせての政治的な議論が高まっています。ドイツにおける議論なのですが、巡航ミサイルタウルスの供与について、ドイツ紙の報道では、供与すべきだという声が高まっていると報じられています。巡航ミサイルタウルスは射程距離500キロと、現在の戦場域を考えると、ロシア軍が占領している全領域に対する攻撃が可能になる兵器です。そして、破壊力から言っても、クリミア半島とロシア本国をつなぐクリミア大橋に対する攻撃兵器としては、最も適しているだろうと見られています。これまでドイツ国内における議論としては、ウクライナに供与される兵器の中で最も強力な兵器である巡航ミサイルタウルスをドイツが供与することは、ロシアの反感を招きかねないとして、議会において供与否決といった動きがありました。ところが、現在の戦場においてはそのようなことを言っていられないのではないかといった議論が再燃したことにより、再討議すべきだという話になっているのです。ヨーロッパにおける議論もうちょっと加速してほしいものです。一方、このような動きはアメリカにも同様に起こっていて、バイデン政権は多連装ロケットシステムハイマースから打ち出す射程300キロのATACMS ミサイルについて供与すべきだという話がこちらの方も前進していると報じられています。ただし、こちらの方もなのですが、正式決定という報道ではありません。射程300キロというのは、射程500キロのタウルスに比べれば200キロも短いじゃないかと思われるかもしれませんが、こちらの地図で前線から300キロがどれほど遠くまで届くかを示しています。実際にはロシア軍からの砲撃が届かないところから撃ち出したいですから、ロシア本国まで撃てばいいという話ではありません。ドイツ、アメリカ双方の議論によってより強力な兵器を送るべきだという議論が高まっているのは全体としては歓迎すべきことでしょう。ただし、最後の問題はアメリカ国内においては共和党がウクライナ支援の予算を阻止しており、この問題を解決しなければ、たとえバイデン政権が供与を認めたという話になっても、予算の裏付けがないために実際の行動としては送れないという矛盾が生じてしまいます。最後にご紹介する記事はこちら。ウクライナに投降のロシア軍ヘリ操縦士、スペインで死亡。ロシアが事前に抹殺示唆。タス通信は19日、昨年8月にロシアの軍用ヘリコプターを操縦してウクライナに投降したロシア軍ヘリパイロット、クズミノフ氏がスペインで死亡しているのが見つかったと報じた。クズミノフ氏に関し、ロシア国営テレビは昨年10月、ロシア軍参謀本部情報総局の特殊部隊員が裏切り者はどこにいようと見つけ出して処罰する。裁判まで生きられないと話す様子を放映。取材した記者は抹殺命令が下されたとの見方を示していた。ウクライナメディアが伝えたところでは、クズミノフ氏は投降後スペインに移住。元恋人を自宅に呼んだ後、射殺体で発見された。現場近くで犯人が使ったとみられる焼け焦げた自動車も見つかったという。一方、タス通信は
一部のスペインメディアの引用として、地元捜査当局は、クズミノフ氏がウクライナ側に殺害された可能性も排除していないとした。クズミノフ氏はウクライナ側と内密に連絡を取り、昨年8月、操縦するヘリコプターをウクライナに着陸させて投降。9月に首都キーウで記者会見し、プーチン政権の戦争犯罪に加担したくないとの思いから投降を決めたと明らかにしていた。なお、ロシアへの投降前、家族は事前に出国していたことが報じられていて、現在の報道を見る限りは、この家族の生死について言及しているものは見つかりませんでした。全般的な話として、ヨーロッパにおいてはロシアの脅威度はより高まっているという認識が広がっているようです。もちろんそれは良いことで、ロシアの脅威は実際に高まっています。プーチン大統領はロシア国内における政権維持を固めるために様々な法律を制定し、国内の言論弾圧を強めています。少なくともプーチン大統領が侵略をやめたがっているようには全く見えません。つい最近起きた反体制派活動家のナワリヌイ氏の刑務所での死亡についてもそうですし、また今回取り上げたロシア軍からウクライナへ投降したヘリコプター操縦士のスペインでの死亡についても、やはり非常にきな臭いもので、もちろん私は証拠は提示ではできませんが、多分ロシアがやったんだろうなと思うのが私は自然だと思います。今回ロシア軍操縦士のスペインでの死亡なのですが、ウクライナ当局との話し合いに基づいて、ある程度事前に段取りをして、家族は彼が投降する以前にロシアから出国していました。今回彼がスペインで見つかったのは、結局ロシアからウクライナに投降してもウクライナ兵としては戦うわけではありませんから、彼は安全な地としてウクライナから出国してスペインに移住していたというのです。彼はヘリコプターをそのまま持ってきましたから、これに対する報奨金とプラスアルファウクライナでの生活費合わせて8000万円程度が渡されたというのです。彼はそのお金を元にしてスペインでの新生活を始めていたわけです。ただし、彼のその後の行動として、ロシアにいた恋人と連絡を取り、彼女についても出国させて合流していたということなので、ここから足がついたと見るべきでしょう。ロシアの情報当局の能力はソ連時代に比べれば下がったかもしれませんが、少なくとも世界有数の諜報大国であり、投降したこのロシア兵は残念ながら危機意識が低かったか、もしくはロシアの情報当局の力というものを侮っていたかもしれません。ただ、やり方として銃殺という明らかに他殺という形を取ったのは、ウクライナに投降した兵士がこの後どうなるか分かっているだろうなというメッセージを含めているのでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。また、情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、ぜひとも他の方にチャンネルをお勧めするとともに、スーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。